今回は14番から制作していきたいと思います。ページ数としては2ページと少しありますが、かなりの部分が持たせ方やマウント方法なので、あまり時間はかからないと思います。14、15、16で新しく使うパーツを確認します。旧パーツはダークグレーで GN ソード2のグリップ部分などのパーツです。同じものが2枚あります。R パーツはピンク色で GN ソードや GN シールドのパーツになります。これも同じものが2枚あります。S パーツはピンクメッキのパーツになっていてアンダーゲートになっています。GN ソード2に使います。T パーツはクリアピンクのパーツになっています。ビームサーベルモードのエフェクトパーツとビームサーベルのエフェクトパーツです。同じものが2枚あります。14、15、16で使うパーツを全て並べてみてもこれぐらいの量にしかならないのであまり時間はかからないと思います。製作していきます。H の3のパーツに U の30と31のパーツをはめます。ライフルモードにした時のグリップ部分のパーツをはめておきます。H の5番のパーツに A の16番のクリアパーツをはめて H の6番のパーツをはめます。2つの突起部分を穴にはめます。同じものを2つ製作しておきます。H の4番のパーツに U の30のパーツと Q の4番のパーツをはめます。14の1番で作ったパーツにマウント時に使うパーツを差し込みます。先ほど作ったパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。Q の2番のパーツに外装パーツを取り付けます。先ほど作ったパーツの下側にはめて H の25番で固定します。2箇所の部分を手前側に展開しておきます。同じものを2つ製作しておきます。先ほど作ったパーツに Q の5番のパーツをはめて後ろ側の突起部分にジョイントパーツをはめます。反対側から Q の6番のパーツをはめておきます。同じものを2つ製作しておきます。Q の3番のパーツの先に H の26番のパーツをはめておきます。R4 番のパーツにはめて反対側から R2 番のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。両サイドにピンクメッキのパーツをはめます。14の4番で作ったパーツに突起部分を差し込みます。これで GN ソード2は完成です。同じものを2つ製作しておきます。先端部分は回転させることができます。カバーの部分とグリップ部分は収納することができます。先端部分のジョイントパーツは展開することができます。グリップ部分は上下に動きます。先端のジョイントパーツを引き出します。重心部分を回転させます。ハンドパーツに突起部分があるのでグリップ部分の穴をはめます。先ほど展開していたジョイントパーツを腕にはめます。最後に指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。2本あるので両手に持たせることもできます。ライフルモードから3箇所の部分を収納します。先端部分を90度回転させます。これでソードモードにすることができました。グリップ部分の穴にハンドパーツの突起部分をはめます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。2本あるので両手に持たせることもできます。まずはグリップ部分のジョイントパーツを展開します。もう1本のグリップ部分をジョイントパーツにはめます。これで GN ソード2を連結させることができました。連結させるとかなり長い武器になります。ソードの横側にエフェクトパーツを取り付けるとビームサーベルモードになります。エフェクトパーツを取り付けるとかなり長い武器になります。連結させた状態だと画角に収めるのも大変です。持たせる場合にはハンドパーツの突起部分にグリップ部分の穴をはめます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。かなり長い武器ですが振ってみても動かないので保持力はあります。
エフェクトパーツを取り付けて連結した状態で普通に持たせることができます。GN ソード2を腰の部分にマウントします。横側からこの部分を押し出して回転させます。サイドアーマーを下側にスライドさせると穴があるので、先ほど押し出した突起部分をはめます。これで GN ソード2をマウントすることができました。GN ソード2は2本あるので両サイドにマウントすることができます。リアアーマーの両サイドを外側にスライドさせます。スライドさせた後にビームサーベル外側に開きます。ビームサーベルを引き抜いてエフェクトパーツを差し込みます。ビームサーベルもかなり長い武器になります。グリップ部分に穴があるのでハンドパーツの突起部分にはめます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。もう1本あるので両手に持たせることもできます。ビームサーベルをマウントする場合には突起部分に差し込んで下側に動かします。最後にスライドさせていた部分を押し込みます。16番は1ページと少しなのであまり時間はかからないです。H の7番のパーツに9の13番のパーツと9の10番のパーツをはめます。H の1番のパーツをはめておきます。H の9番のパーツに9の9番のパーツと9の11番のパーツをはめます。R1 番に R3 番のパーツをはめます。最初に作ったパーツにピンク色のパーツをはめて2番目に作ったパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。16の1番で作ったパーツに外装パーツを取り付けます。同じものを2つ製作しておきます。H の8番に9の12番のパーツをはめて16の2で作ったパーツの裏側にはめます。同じものを2つ製作しておきます。シールド部分を上側にスライドさせてジョイントパーツを展開します。腕のこの穴にシールドの突起部分を差し込みます。これで腕にシールドをマウントすることができました。まずはシールドの上側のジョイントパーツを出します。もう一つのシールドのジョイントパーツも出しておきます。突起部分を穴にはめて2つのシールドを連結させます。ピンク色の先端部分を引き出しておきます。シールドの下側のジョイントパーツを出します。シールドの突起部分を腕の穴にはめます。かなり長いシールドですが、きっちりと保持できます。シールドを上側にスライドさせて、この部分を展開します。この部分に穴があるので、シールドの突起部分を差し込みます。これでシールドを GN ドライブに装着することができました。これで00ガンダムの製作は終了です。かなり硬い部分が多かったので、指の皮膚が硬くなりました。関節部分にロック機構があるので、安心感はあります。見た目も良くていいキットだと思いますが、パーツ数が多いので覚悟は必要です。次回はオールアイザーを製作していきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。